おはこんばんは。It's Seg and Bren。はい。はいで、今日は、ちょっとまた変わった動画を撮っていくんですけども、私たちの方にね、メールアドレスとかの方によく学生の方から、卒業論文でなんかいろいろ使いたくてとか研究してて、なんかちょっとアンケート取らせてもらえないでしょうかとか、インタビューしてもいいでしょうかとか、よく、来るんですね、ありがたいことに。ね。で、それでなんか、結構答えたりとか、今までしてきたんだけど、まあ実際ね、それ聞きたくても聞けない子とかもいるかもしれないし、なんかメールも大変じゃん。そう、だからさ、そういう人のために、ちょっと今回は、なんか、もう情報提供を、この動画でボンとまとめてしようかなと思って、はい。この動画を作りました。はい。はい。ってことで、じゃあ、まず私たちの簡単なプロフィールからはい。説明していきます。はい。はい。アメリカ人のブレンです。日本人の聖子でございます。はい。29歳です。31歳です。そう。で、なんか自分たちは2015年に日本で出会って、で、それで日本で同性婚ができないから2017年に2人でアメリカに行くって決めて、アメリカで2017年に結婚しました。はい。で、そっからアメリカでずっと住んでて、2023年に、日本に2人で帰ってきて今に至るっていう本当にざっくりしたプロフィールです。はい。はい。YouTube の動画は2017年の12月からそうね。配信してますね。はい。うん。ね、長く続いてるね。うん。結構。で、YouTube の内容はもう普通のなんかカップルの生活うん。をお届けしているなんかブログとそうねかっていう動画ですね。うん。うん。なんか始めた当初とかは、なんか自分たちすらもなんかゲイっていうのがどうか分かんなかった。けど、そのゲイっていうのがどうか分かんないけど、まあ自分たち二人の生活はこんな感じだよっていうことをなんか YouTube でね、ちょっと出したくてそうそやってたね。う。まあ他のなんか異性愛者のカップルとうんやってること一緒だよとか、うん。そういうことを言いたくてうん。動画を作り始めました。うん。ね。なんか、あれだよね、最初の方とかは結構コメントとかでも、なんか異性同士とかでの、なんかその恋愛とか生活の仕方とか、何ら変わんないんだっていうコメントがめっちゃ多かったよね。そうそう、めっちゃ多かった。そう。 2017年は今と結構違って、うんあまりそういうのが表に出てこないような感じだったから、うんね、今はいろいろあるんだけど、うんなんかニュースに出たりなんかドラマとかもいっぱいあるんだけど、その当時は全然だったから、うんなんかその男性同士のカップルを初めて現実で見るうんきっかけになったと思うね、何人かにとっては。そうだね。ねその時は本当にそういうコメント多かったね。うんうん。で、なんか今こうやってブレンが言ったみたいにいろいろ時代が変わってきて、ね、今自分たちの動画見てもなんか違和感なく見てくれる人も結構増えたんじゃないのかな。うん多分当時そう思うねから比べるとね。で、こっからは結構そのいろんなね、メールとかから学生からいただいたやつの内容を、こういうのが結構質問多かったなってのをここでちょっと答えていきたいと思います。はい結構ね、卒業論文とかでさ、なんかその LGBTQ についてなんか調べて、なんか自分は卒業論文それにするので、なんか協力してくださいとか、はいはいそういうのがさ、あるから、結構ね、いろいろみんな聞いてくれるのよ。まあ、ゲイと自覚した時、はいはどうです、いつですかみたいな質問もあったよ、よく。難しい質問だよね、なんか今と違ってやっぱりなんか小さい頃は全然情報がなかったから、こういうのに関しては、ね、だから本当に自覚したっていうか、なんか自分で認めたのが本当にもう19歳ぐらいの時だったね、で本当にちゃんと認めたのが聖子と出会って付き合い始めてとか、その頃だったから。でもなんか振り返ってみると本当にもうずっと小さい時からなんか分かってたっていうのもある、そうだね。ただなんか無視してたって感じ、ね。なんかゲイっていう単語を理解するのにまず時間がさそ、うすごいかかってたよね。ねそう。だからなんか、ね、ブレンが言ったみたいに振り返ってみれば、
あの時小学校の時とか、なんか、この男の子気になってたなとか、なんかそういう風な感情は思い返せるけど、それイコールゲイっていう思考がなかったから、そうだね。そう。だからそれこそ自分も高校、大学かなちゃんと、そういう人間なんだ自分はって思ったのは大学だったね。そう。でも高校、中学校の時にはやっぱりその、なんだろうね、なんか、この子と一緒にずっと入れたらいいのにとかさ、なんかそういうなんか感情だけどそれは口には出せないし行動にも出せないっていうモヤモヤがあって、それを押し殺して生きてきたから、そうだね。俺も小さい時、1年生の時に友達の男の子のほっぺたにチューして、で先生に怒られたっていう記憶があるんだけどね。カミングアウトした時はなんかどういう反応されましたかっていう質問もよく受ける。カミングアウトした時の反応はね、意外と良かった。俺はなんかもう、別に周りから嫌われるとはそんな思ってはなかったけど、だけど、まず家族は、自分からカミングアウトしたわけじゃなくて、もう家族から、聞いてきた。その時はブレンと一緒に住んでたから、東京でね。東京で。そう、だからなんか一緒にいるからさ、やっぱり家族もね、怪しむじゃん。ずっと一緒にいて一緒に住んでるから。そう、だからどうなのみたいな感じで。で、実際はやっぱりね、やっぱり気づいてた。ずっと分かってたでしょ。そう、分かってたけど、やっぱりなんかね、お互い踏み込めなかった。から、それで家族はクリアして、で、その後、あとは友達だよね。友達にはどうしようかってなった時に、もう自分はインスタグラム、その時もやってて、なんか、やっぱり自分の友達ってたくさんフォローしてるじゃん。お互いに。そうだからもう一人一人言うんじゃなくて、もう一気にみんなに言おうと思って、インスタグラムに、実はこうで結婚してっていう感じでアメリカに行くタイミングでね、もうポストした。そう。で、それでもう怖くて、もう見たくないと思って見なくて、で、次の日、ね、携帯見て、コメント見たら、あったかいコメントがね、たくさんのことおめでとうとか来てくれたし、そういうのがなんかあったから、別にカミングアウトに関してはそんなに悪い思いではないかな、俺は。そうだね。怖かったけどね。怖かった。もちろん怖かったけど。本当に今と時代全然違うからね。本当に怖かったね。本当に。ね。でも、ね、それが全部ただの不安の気持ちで、なんか結果的には全然大丈夫だったし、俺の場合はなんかちょっと家族とか宗教とかいろいろあってちょっと複雑な人もいたんだけど、でも時間ちょっとかかったんだけど結局は大丈夫だったっていう結果だったから、ね。そうだね。じゃあ次はアメリカと日本のなんだろう、その LGBTQ に関する違いってのは何かありますかっていう質問もよくあります。そうだね。なんかね、俺が思うに、主張してくれてる人たちとか、もうなんか結構アメリカってなんだろう、受け入れてくれるのかなって思ってる人が昔はもっと多かったね。多分今って結構アメリカが不安定でちょっとニュースとかでもさ、やってるからちょっと疑い始めてきてる人もいるかもしれないけど、結構アメリカに行ったらなんか幸せになんか暮らせるゲイの人とかも受け入れてもらってなんかハッピーで暮らせるんじゃないっていうなんだろうイメージがね多分ある人が多いんじゃないかなと思うんだけど、実際そんなでもなかった。なんかアメリカってすごい複雑な国で、本当になんか個人個人の意見とかいろいろあって、なんか日本みたいになんかなんていうのかな、なんか一般的に社会がこう思ってるとかってのがなかなかなくて、本当に個人個人で全然違うから、だからもちろんその中でその中にすごい寛容な人もいるし、すごくね受け入れてくれる人もいっぱい、すごいいっぱいいるんだけど、その反面すっごいなんていうの暴力的ぐらいになるような反対してる人もいるからね、だからアメリカはこうっていうのがなかなか難しいこと
そうね。やっぱりいろんな国とか宗教の人が集まった国だからさ、それはいろんなね、考え方があるのは当然なんだけどさ、だけどなんかアメリカでたくさん楽しい思い出も作ったし、その自分がゲイであることを、への自信ってのも、もうアメリカで気づいたから自分は、そうだからなんかそういうところは本当にアメリカで良かったなって思う。そうなんか、ゲイの友達もできたし、職場とかで誰一人なんか自分のこと気持ち悪いとか、その酒ずんだりとか、そういうことなかったし、そうだね、なんか今最近ちょっと大変になってるけど、でもその当時はまだ日本よりもカミングアウトしやすい社会だったから、一般的に、だからよかったけど、日本もその後からねちょっとずつ変わってきたからね、あれだけど、ね。そうだからまあアメリカはそういう自分はいい経験もね、自分たちいい経験もしたし、まあそれこそ怖い経験もねあるから、まあその両方がね結構極端であるから、すごいちょっと難しい、極端的な国だから、本当にだからそういう意味では自分たちにとったら日本って結構その中でもなんだろう、真ん中よりもいいよりって感じ、なんか特に悪いことも起きないし、でもこれかといってちょうどいいことも起きない。なんかみんな大体友達とかも、ああそうなんだいいねっていう感じで言ってくれるからさ、別に悪いこともないし特別いいこともないし、でもいいことよりの方にいるんじゃない、日本って感じる、日本が。そう、それもそうだし、あとなんか危険っていうのがない、ね、命の危険っていうのがね、命の危険がない、ね、もちろんなんか気持ちの危険とか、なんかそういうハラスメントとかはたまにあるんだけど、ね、社会でだけど、そういうゲイだから殺されるとかって、本当にアメリカの時はちょっと心配したりとかすることあったからね、手をつないだらどうしてなんかね、なんかすごい変なこと言われたりとか、なんかね、ちょっと心配することあったんだけど、日本でそういうことを考えたことないから、ね、そこは本当に平和でいいよね。そうだね。まあそんな中でも日本に来て苦労したことってあった？その自分がゲイであることでなんか日本でなんかちょっと嫌だったこととか、なんかそういう経験はしたことある？いや、なんか直接、なんていうのかな、なんか日本のほら政府がまだ同性婚を認めてくれてないから、そこでなんかね苦労する時あるんだけど、てかね結婚認めてくれないから、ねちょっと不安とかもあるんだけど、でもなんか一般的になんか街で人と話す時とか、そういうことなんていうの、なんかその市役所とかで、嫌な思いとかをしたことないし、ね、ただそういう大きい問題だね、その政府の、同性婚認めてくれないとか、権利的な部分だけかな。そうだね。なんか嫌な思い特にさこれやられたとかないけど、なんか政府とその一般の人たちのギャップに疲れちゃうっていうのがあるね。だから本当に市役所行った時もさ、それこそなんかやっぱりアメリカで結婚してるからその市役所、まあ戸籍はね一緒にはできないけど、なんか一生懸命その市役所の人が調べてくれて、なんか本当に やってあげたいんですみたいな、ごめんなさいね、なんかまだうちの国がなんかまだそこまで追いついてなくてみたいな感じで、なんかすんごいなんか親身になってくれて、いろいろ調べてくれて何時間かけてくれてやってくれて、なんかね、挑戦してくれたんだけど、まあ、それで結果的にはねやっぱりそれでダメだったんだけど、でもその人たちができる限りのところまではしてくれて、住民票一緒にしたりとか、そういうことね。なんか夫って書けないんだけどでも一緒に住んでることは書けるとか、そういうできることがねできて、だから本当に自分たちと同じような状況の人たちがいるんだったら、まあもちろんパートナーシップを結ぶってのもいいし、あとはその市役所行って、なんかその、まあ、同居人とかアパートを契約するときになんか2人として、登録する、自分たちはそこに配偶者ってねアパートの契約にはなってるから、だからそういうなんか証拠をちょっとずつ増やしていくってことが多分重要になってくる、そういう書類を見せることによって結構日本の企業とかってそれなんか証拠さえあれば、なんだろう
結構通してくれるっていうケースがあるから、ね、そうなんかそういうの残しておくのもなんか一つの手かなって思う。そうだね。でも本当にね、日本人にカミングアウトして変なこと言われたりとかすることも全然なかったし、昔でもなんかアメリカで日本人のための通訳をしてたんだけど、なんかおじいさんとかのための通訳をしてたんだけど、全然変な反応されたことないからね。そうね、だから本当にまあどの国もそうだけど、やっぱり年齢だから世代だからで一括りにしがちだけど、全然なんだろう関係ないなってのを自分たちは自分たちの人生でそれを学んでるって感じ。本当にもう90とか80とかの人たちでもなんかすんなり受け入れてくれて、喜んでくれてっていうことを自分たち経験してるから、なんかそう思うよね。ね、まあ、今でもね、なんか言う時にちょっとだけなんか不安を感じるんだけど、ちょっと勇気いる今でも。でも大体言うと、ああそうなんだ、旦那さんはどんな仕事してるのとか、なんかそんな感じで、もう本当に普通の会話になるからね。そう、俺なんてもうほら携帯のさ裏側にさ、もうブレンのこの2人で撮った写真とか入れてるからさ、結構まあみんなそれに目がいくじゃん。でそっからもう話広がったりとかするから、なんか結構そういう風の楽。そうだね。まあ、中継とかもブレンドして、誰これみたいな感じで。そうだね。実は、みたいな感じで、そっから話すから、なんか別になんかそれを言うわけじゃ、自分から言うわけじゃないけど、でもなんかそれを先に言っとくことによって、結構自分の心が、その人に対してオープンになる。それ隠しながらやっぱり喋り続けるってなんかやっぱり苦しいから、そこをオープンにするだけで結構素の自分で話せるようになるから、俺はもうあえてオープンにしてる。その隠しながら喋るのをね、もう20年ぐらいやってきたわけだから、もうやりたくないからね。もうそう、諦めたもん、そこはね。そうね。じゃあ最後のトピックは、学生さんがなんか今のその LGBTQ の人たちに対してなんか何ができるかっていう質問もたまに受けるので、まあそれについて答えていきたいと思います。でもまずなんかこうやって学生さんがなんかその LGBTQ について調べたりで、それを調べてさ、みんなの前で発表とかするわけじゃん。そのまあ卒論とかって多分みんなとシェアするのよね、そういう話題を。そういう風な社会になってることがなんか嬉しく思う。そうだね。確かにね。俺も卒論書いたけど、そういうトピックやってる人一人もいなかったし、そうだね。今いっぱいいるよね。ね、今多分そういうの多いんじゃないのかなと思うから、まあもう本当に、まあそういう人たちに向けてのメッセージっていうのはもうどんどんなんだろう、そういう風にやってくださいって思う。そうだね。そう、なんか本当にこれをね材料に使ってくれる人がいるとしたら、なんかそうやってアクションを起こしてくれてることによって、まあその人もそうだし、それを聞く人もいるわけじゃん。誰かしらその読んだりとかさ、あとはそのグループでね発表してるのを聞いてる側とかにも一応記憶は残るわけだからさ、なんかこういう人たちがいるんだとか、なんかそういう風でその人のまた考えを変えるきっかけになるかもしれないから、なんかどんどんそうやって LGBTQ とか、まあゲイとかなんかいろいろ調べてなんか研究してくれる人が増えたら嬉しいなって思う。なんかこういうね質問とかメールとかでさ受けるけど、本当に感動しちゃうもん。なんか大学生だったらなんか卒論とかだからわかるけどさ、結構高校生、中学生のグループからたまに来たりするんですよ、メッセージが。もうびっくりしちゃう。って中学高校でなんかこんなことしてんの？しかも文章もめちゃくちゃ丁寧にさ送ってくれて、なんかこんなにしっかりしてる。しっかりしてるし、多分もう時代が変わったってことだよね。多分なんかそのクラスの中にそういうのを隠してない人もいるっていうことかもしれないしね。なんかそういう友達いるからなんかちょっとなんか調べてみようとかってなるかもしれないし。ね。これ見て、自分が質問したい内容また他にもあるみたいな、なんかまた質問
頭に浮かんだらぜひ YouTube のコメント欄でもいいです。あとはまあ、そのコメント欄でみんな見れちゃうから、あとは直接的に Gmail とかで、質問内容とか送ってくれてもいいので、はい。お待ちしてます。お待ちしてます。もしそういうなんか使いたいっていう人がいたら、ぜひぜひ気軽に教えてください。はい。まあ今日の動画はね、こんな感じで終わりにするんですけど、この動画の内容はね、皆さん卒論とか何か学校の研究とかで使いたいって方がいたら、もう自由に動画も使っていただいて大丈夫です。私たちが言った内容も使っていただいて大丈夫なので、はい、ご自由にどうぞ。はい、お願いします。はい。ってことで、はい。今日の動画はここまでになります。はい。皆さん、この動画、面白いなって言っていいのかなこの動画、まあ、良かったなって思ったら、ぜひ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。はい。あとコメントもぜひ残してください。あと私たちはポッドキャストもやってますので、それを概要欄の方でチェックしてください。お願いいたします。お願いします。ゆるゆると話しております。はい。ということで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。この後は温泉に行くで。はい。楽しみだぜ。